はい、こんにちは。営業本部の田臥です。私が今日紹介させていただくのはこちらの5軸制御マシニングセンターの T1 でございます。こちらの機械の特徴はですね、様々な材質、形状に対して高能率に加工できるというのが特徴でございます。こちらの機械の特徴について説明をさせていただきます。まずいろいろなお客様からお話を聞いて、一般的に部品加工のお客様では、一つの機械で同じワークをずっと加工し続けることはなく、さまざまなワークを加工されると。例えばアルミであったりチタンであったり、またはステンレスであったり鋳鉄であったりと、一つの機械でさまざまな材質に対して高能率に加工できる機械が最も良いとされていると思います。それに対してですね、弊社いろいろな特徴ある機械を作ってきまして、で例えばこちらのようにまずは高精度と生産性を軸に考えて、このようにアルミに特化させた機械、はたまた軟削材、チタンのような軟削材に特化させた機械というふうに作っております。でこれらの機械はですね、それぞれの分野ではナンバーワンの実力を持つ優れた機械であります。ただ両方の機械をお客様にお買い上げいただくことは難しいと思っています。そしてそんな中でですね、世の中には両方の加工を見据えた機械というものも存在します。ただやはりこのように少し中途半端になりまして、決して実力の高い機械ではないと思います。それをですね、このように高い実力を達成したのがこの T1 でございます。その結果ですね、この T1 はこのように航空機部品から金型に至るまでいろんな製品材質に対して高能率に加工ができる、すなわちターゲットとして見れる機械が完成したわけでございます。その最大の特徴ともいえる主軸について少しお話をさせていただきます。まず例えば軟削材のようなチタンを加工するとき、どちらかというと低速領域を得意とした高トルクの主軸が良しとされています。ただ高トルク主軸はですね、高速回転領域での出力はやはり若干下がってしまいます。今度逆にアルミ加工のように高速主軸になってしまいますと、今度低速域でのトルクが不足してしまうという事情があります。すなわち両方を両立して達成する主軸がいかに難しいかということが分かっていただけるかと思います。それに対してですね、この T1 は最大トルクが1002ニュートン、そして最大出力が95キロワットという低速領域ではトルキ、また幅広い範囲での高い出力を達成した機械でございます。ここから事例の方をご紹介させていただきます。まずは低速領域でのチタン加工の動画でございます。このように安定して重切削が行えるのと、どの方向から加工してもほとんど切削能力が変わらないのが特徴でございます。このように軸方向に 75mm の切り込みを入れての加工でございました。続いて高速回転域でのアルミ合金の加工でございます。このように工具の突き出しが長い状態においても毎分 2000cc を超える高い切り子排出量を誇っております。さらにですね、こちらのように A 軸をマイナス90度傾けた状態でも何一つ変わらないパフォーマンスで引き続き高い生産性を誇れるのがこの主軸の特徴でございます。続いてインコネルをはじめとするニッケル基ですねの耐熱合金の加工事例をご紹介します。一般的に耐熱合金は低速領域でのトルクを使った加工が多いとは思うんですけども、近年ではですね、セラミック工具のようなものも開発されて高速回転での切削も多く活用されているかと思います。なので、軟削材だからといって低速回転のトルクというわけではなく、高速回転域も使うと、つまりは幅広い回転数で主軸を使わなきゃいけないというところに対して、この機械は将来的な工具の発展に対しても十分備えたスペックとなっております。どんどんちょっといきます。続いてネズミ鋳鉄の加工事例ですね。これは中速域での高トルクを使った加工になります。非常に安定して切削ができているかと思います。最後、抜け際をご覧いただきたいんですけども、こちら軸方向の切り込みが 55mm とすごくインパクトの強い形で出てきます。
このように毎分 2000cc を超える切削除去量を達成しております。続いてですが、ステンレスの加工事例でございます。先ほどは単軸の動作だったんですけれども、今度は同時5軸での粗加工の動画を見ていただきたいと思います。従来機ではどうしてもブレーキ機構を使用して回転軸を固定した状態で重切削をすることが多かったと思います。ただこの T1 はですね、非常に剛性の高い駆動軸を採用しておりますので、このようにブレーキレスの傾斜軸を使って連続で同時5軸での粗加工が可能となっております。このようにですね、T1 はですね、さまざまな材質をですね、高能率に加工できる特徴を持った機械でございます。ここからさらにですね、主軸の線図をちょっとご覧いただきたいと思っております。まずは出力なんですけども、一般的な高トルク主軸は当然低速回転機ではトルクが高いので出力が上がります。ただ回転数を上げるに従ってどうしても出力が下がっていくと。今度また逆にですね、高速回転に特化した主軸はどうしても低速域での出力が下がってしまいますといった難点がありました。これに対して T1 の出力線図はですね、このようになっております。かなり幅広い回転領域で高い出力を達成した設計となっているのが非常に特徴的かと思います。続いてこちらトルクの線図ですね。一般的な高トルク主軸は最高トルクの部分が大体ですけども、平均的に300回転ぐらいまでかと思います。それに対して T1 はですね、このように最大トルクをさらに3倍の1000回転ぐらいまで引き上げたのがこの T1 です。当然軟削材を低速領域の高トルクを使って加工するときには工具寿命に配慮しなければいけないので、加工条件を無理して上げたとしても寿命が持たないんじゃないかという話はあります。今現在はそうかもしれません。ただこの先新たな工具が開発されてさらに加工技術が進化したときに機械側の性能が追いつかないのでは進化は止まってしまいます。なので T1 は今現在最高峰ではなくて近い将来この先も最高のパフォーマンスをお約束できるようにこのようなスペックを準備させていただいております。ここで機械の概要のご紹介でございます。パレットサイズは尖角となっておりまして最大ワーク径はこちらでございます。それでは特徴的な機械の構造も少しお話しさせていただきます。左が A 軸0度の状態に対しましてこのように A 軸が90度傾くと。さらに特徴的なのが右側の図を見ていただくと分かるんですけれども、主軸の下に広いスペースを持っておりましてこのようにワークが入り込める構造となっております。こちらをご覧ください。こちらが最大ワーク径でございます。一般的なチルト主軸はテーブルセンターまでがせいぜいなんですけども、この T1 はテーブルセンターを通り越してテーブル単面もさらにこういった50ミリ先まで、深く潜り込めるような構造となっております。これはですね、お客様が工程を考えていただく上で非常に工程プランを立てやすく工程短縮が多く考えやすい構造となっているかと思います。ここからですね、ちょっと特徴的なオプションを説明させていただきます。こちらはスルースピンドルクーラント仕様になるんですけども、特徴的なのはナノメガに対して流量が100リッターというところです。ご覧ください。軟削材を加工するときこのようなインサート工具を多く使用されると思うんですけども、数多くのチップがついていてそれぞれの部分にオイルホールが開いていると思います。でそれぞれの穴から的確な流量と供給するためには圧力プラス流量が絶対的に重要だと思っています。それでこの機械は7メガプラス100リッターというオプションを準備させていただいております。さらにですね、今日ここでお話しするのが初めてになると思うんですけども、T1 に詮索機能が追加されました。多数のお客様からご要望いただいてたオプションでございます。すでに T1 で高い加工能力を持っているのに加えてさらに詮索工程までもこの機械で取り入れることができますので、新たに工程改革に先にまた進んでいただけるのではないかと考えております。
最後になりますけども、こちらが機械の外観でございます。これはワンパレット仕様になりまして、スプラッシュガードが幅広く開いて、クレーンであったりオペレーター様が自由に機械の方に近づける構造となっております。そして当然パレットチェンジャー仕様も準備させていただいております。さらにはパレットマガジン FMS といった自動化にも対応しております。最後とはなりますが、さまざまな材質や形状に対して高能率に加工できる T1、さらなるお仕事の拡大や競争力の強化を図られるお客様にぜひ応援できる機会と思っております。何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。